こんにちは。 M の韓国ご飯です。韓国で暮らすリアルな食卓を韓国料理のレシピとともにお届けします。まずは購入した食材から。バナナ、ほうれん草、えのき、キャベツ、牛カルビスープ、もやし、コストコのドリップコーヒー、以上が今週の購入品です。合計48,120ウォンでした。それでは5日間の食卓お見せします。まずは1日目、照り焼きチキンを作っていきます。鶏肉を両面焼いたらお肉を切ります。調味料は酒、みりん、醤油、砂糖。タレが絡んだら出来上がりです。付け合わせにサラダも作りました。冷蔵庫にカレーが残っていたのでメインはカレーです。お味噌汁も添えて1日目のご飯完成です。4種類のナムルを作っていきます。まずほうれん草を茹でます。人参を細切りにしてペーパーホイルで軽く包みます。鍋に水を少し入れて火にかけます。韓国かぼちゃとしいたけも薄切りにしてペーパーホイルで包みます。2つとも火にかけます。味付けをします。4つとも使う調味料は同じで、にんにく、ごま、ごま油、塩を入れて混ぜるだけです。ナムルはそのまま食べてもいいし、アレンジも効くのでよく作ります。ナムル4種類完成です。次にキンパを作ります。スパムを細めに切って卵焼きを作ります。スパムも焼きます。ご飯にごま油、塩を入れて混ぜます。海苔の上にご飯を広げて卵、スパム、さっき作った人参とほうれん草のナムルをのせます。具がずれないように気をつけながら巻いていきます。押さえながら形を整えます。巻きすを持っている人は使っても大丈夫です。私は手入れが面倒なので巻きすなしで巻いちゃいます。はい、崩れました失敗しましたが、めげずに2本目完成です。韓国では日本のおにぎりのように海苔巻きを家庭で作る人が多い印象です。定番の具は人参、ほうれん草、たくあんに卵とハムやカニカマですが、プルコギやツナマヨなど何を入れても美味しくできます。海苔の表面にごま油を薄く塗っておくと切りやすくなります。キンパ完成です。冷凍庫にコストコで買ったコチュジャンプルコギがあったので、玉ねぎを足して焼いていきます。あっという間に完成です。子供にリクエストされたのでたこ焼きも追加で作りました。2日目のご飯完成です。豆もやしを茹でてナムルを作ります。ごま油、塩、ごま、にんにくを入れて混ぜます。フライパンにごま油とにんにくを入れて牛ひき肉を焼いていきます。ビビンバの具に使います。
キャベツと韓国海苔の副菜を作ります。キャベツを短冊切りします。耐熱容器に入れラップをして3分加熱します。味付けはごま、醤油、ごま油、韓国海苔を入れて混ぜたら完成です。次に野菜と韓国おでん炒めを作ります。人参、玉ねぎ、エリンギを切って韓国おでんを短冊切りにします。調味料は砂糖、醤油、ごま油、塩です。野菜とおでん、にんにくを入れて炒めて完成です。スンドゥブの素を使ってスンドゥブチゲを作っていきます。エビを鍋に入れてスンドゥブを入れます。ネギと卵を入れたら完成です。ビビンバを盛り付けしていきます。目玉焼きをのせて3日目のご飯完成です。4日目のご飯を作っていきます。メインはハンバーグです。日本ではおなじみの合いびき肉ですが、実は韓国のスーパーではほとんど見かけません。なので我が家ではいつも豚肉と牛肉を自分で混ぜて作っています。面白いのが、韓国の牛ひき肉にはよく離乳食用と書かれていること。小さい頃から牛肉をたくさん食べて大きく育ってほしいという韓国の家庭の願いがお肉売り場からも伝わってくる気がします。ということで4日目のご飯完成です。5日目いきます。まず牛カルビスープを温めていきます。少しだけ残っていたキムチでチヂミを作っていきます。キムチをハサミで切って玉ねぎを薄切りにして入れます。チヂミの粉、お水も入れてよく混ぜます。フライパンで両面をじっくり焼いていきます。キムチのチヂミ完成です。チャプチェを作っていきます。麺を1つかみ分茹でて水で洗ったらごま油を入れ混ぜます。豚肉を細切りにし、みりん、醤油、ごま油、にんにく、胡椒を入れてお肉のタレを作ります。豚肉を焼いてタレを絡めます。ナムルを入れて砂糖大さじ5、醤油大さじ5を入れたら弱火にかけ混ぜ合わせます。5日目のご飯完成しました。最後までご覧いただきありがとうございます。韓国で暮らすある家庭のリアルな食卓はいかがでしたか？この動画がどなたかの献立のヒントや癒しになれば嬉しいです。これからも購入品やおうちご飯、韓国の食材や物価のことなども載せていく予定です。もし楽しかったなと思っていただけたらチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。